ジャイブ分解の色分け。ジャイブのそれぞれのポイントを理解するために一連の動作を4段階に色分けし分析します。まず1の黄色はセールに対する風の角度を見るものです。ジャイブアプローチをしていく段階でセールに受ける風の角度を把握するため黄色のラインで表示します。2の赤色はジャイブライン、また目線のラインを理解できるよう赤色ラインで表示します。重要なそれぞれのジャイブライン上に置かれた対応の仕方をこれにより把握します。3はセールトリム、ブームコントロールの細かいポイントを理解するために緑色で表示します。風の状況に合わせたセールトリムなど重要ポイントをピックアップし表示します。4はボードトリムと各ポジションバランスを把握するため白で表示します。インレールのプレッシャー、体のバランスなどジャイブ成功の鍵となるポイントを表示します。さて、全体の流れをここで説明しておきましょう。黄色は風向き、赤の U 字型ラインはジャイブラインを示しています。ジャイブラインは基本的に3段階に分けられます。A はジャイブの最初のアプローチ、B はジャイブラインの一番深いポジション、C はセールを返すポジション。カメラは正面に設定し、風上から風下へ動きを追います。ダックジャイブ、微風、中風でトライしよう。まずは全体の流れを見てみよう。空港は右から。ジャイブラインは同じく U 字型ラインを描きます。A はダックジャイブの最初のアプローチ。B はダックジャイブのラインで一番深いポジション。C はセールを返し終えるポジション。ノーマルジャイブ同様、アビーム状態でプレーニングします。アプローチに入る前、下へ下らせタイミングを測ります。ここまでのアプローチの入り方はノーマルジャイブと同じです。違いはセールの開始とタイミングにあります。目線はマストの外側から追っていきます。後ろ足でインレールを仕込み、風下に回り始めたら即マスト手を離します。膝を曲げ、セールをしっかりと固定します。マストと体はこの後クリューの下をくぐるので角度を広げていきます。目線は進行方向。マストはターンの内側へ傾け、ブームエンドにできるだけ近いところをつかみ、マストを前方を投げるようにブーム手を離します。目線は進行方向を見ます。前足の膝で体をのけずらせると逆タックへの移動がスムーズになります。後ろ足インレールの仕込みがボードとマストを垂直にさせます。後ろ足を仕込みで後半のターンを伸ばし、逆タック部分に掴んだ両手の位置を調整します。これからの一連の動作はリズム感覚で覚えてください。十分に加速し、下に下らせアプローチに入ります。後ろ足をインレールに乗せ、風下に回り始めたらマスト手を離し、ブームエンドを掴みます。マストはターンの内側へと傾けます。できるだけブームエンドに近いところを掴み、フットをくぐります。セールフット部が顔から肩の前を通るよう引き寄せます。逆タックのブーム手はできるだけ前方を掴みます。逆タックのブームを掴んだら両手スタンスの位置を調整します。手の位置を調整した後、足を入れ替えます。セールに対し体重のバランスが取れたら足を入れ替えます。後ろ足を前へ移動します。よくある失敗例。レイダウンジャイブではセールを返すときにセールのパワーについていけず飛ばされることがよくあります。これは前傾姿勢を長く保ち、足を入れ替えるタイミングが遅れ、急激に受けるセールのパワーを抑えきれず飛ばされる失敗例です。これも同様、セールをレイダウンしている時間が長すぎるために起きる失敗例です。この時点でセールを起こすのはすでに遅く、遅れた時点でセールを起こそうとしてもパワーに負け、足の踏ん張りも効かなくなります。これはダックジャイブの失敗例。
ブームエンドに近づけた位置を握っていないため、フットバテンのエンドが顔面に当たったものです。同じく顔面を直撃します。ブームのエンド部を握ってません。この状態で体を反らしても、フットは近づき顔面に当たります。その辺を十分気をつけてトライしましょう。このフラトリックジャイブ編が皆さんのジャイブトライに十分活かされることを期待しています。